バンドメイド10thアニバーサリーツアー関西ラウンド3公演に帰宅してきましたので、前回の神戸ハーバースタジオのお給仕のレポートに続きまして、今回は京都 KBS ホールのお給仕の模様について簡単にレポートしたいと思います。2日目は神戸翌日の2023年4月22日でした。会場の KBS ホールは昔 KBS 京都のテレビ局だったところですよね。物販いらないかなと思ったのですが、ご当地 T シャツの情報を見たら綺麗な配色で欲しくなったのと、やっぱりくじが引きたいので、物販開始後くらいをめがけて現地に向かいました。この日は晴天で京都御所の緑が綺麗でした。60人くらい並んでたと思いますが、無事購入できました。なんでも、今回はこの公演前の時点で、このご当地 T シャツは売り切れてしまったらしいです。よかったです。その後は入場待ちまで一旦はけてくださいとのアナウンスがありましたので、トイレに行くのも含めて道路向かいの京都御所で待ってました。座ってるベンチに鳩が近づいてきたりしてちょっと落ち着けましたね。それでいよいよ入場ですが、今回のチケットは464番と前方を諦めながら会場入りしましたが、KBS ホールはすごく横長で、思ったより前方が詰まってなかったので、神戸の時と同じくですが、サイちゃんとミンチョの間くらいの位置取りをしました。10列目くらいだったと思います。幸いなことにあまり背の高い人が前にいなかったので、よく見える感じでした。圧縮を恐れましたが、先に言っておくと全く圧縮なしでした。みんなめっちゃ飛び跳ねてたのにです。サイちゃんが言ってましたが、京都のご主人様お嬢様はノリが上品なんだとからしいです。いずれにしろ見事なマナーだったと思います。こうでありたいですよね。少し残念なところは、今日のお嬢様エリアは舞台に向かって右側の奥でちょっと見にくそうなところでした。個人的意見としては、お嬢様エリアは最優遇がいいと思うんですけどね。で、ステージの後ろにはいつものリボンの垂れ幕はなく、白い幕で覆われていました。17時半定刻お給仕スタートです。幕が上がって KBS ホール名物のステンドグラスがバンって出現するとともにオープニング SE が始まったのですが、なんとバンドマイコの祇園町です。やっぱり京都なのでマイコかと思ったのですが、少しするとあーちゃんがいつもの衣装で踊りながら入ってきました。その後、ミンチョ、ミサさん、小鳩さん、サイちゃんの順で入場です。まず1曲目がシークレットマイリップスです。昨日神戸で U とかモラトリアムやってくれたので、次はシークレットマイリップスやってくれないかなと思ってたのでびっくりです。最後の小鳩さんが上で、サイちゃんが下のコーラスでいきなり泣きそうになります。でもなんか歌詞が違うなと思ってたんですけど、後の MC で原因判明です。2曲目がなんとワンアンドオンリー。まさかまさかです。多分やったのって何年も前ですよね。それで3曲目はヨーロー。これは神戸でも聴けましたので、今回は驚きも抑えられてじっくり聴けました。4曲目はアネモネです。この時点でバラード的なものを持ってくるとは少し意外な感じでしたね。それで続く5曲目がまさかのオークワード。しっとり始まって後半の盛り上がりが鳥肌ものでした。昨日の神戸では4曲で MC だったのに、6曲目となるスクリーミングも始まります。で、スクリーミング終わりで MC かと思ったら、小鳩さんも含めてみんながステージからはけました。少ししていつものオープニング SE が流れ始めて、今度はミサさんから入場して、ミンチョ、小鳩さん、あーちゃん、サイちゃんの順で入場です。ここでドミネーションでした。当然の盛り上がりですが、先にも言ったように全く圧縮が起きず、ミンチョのギターが鳴ってもみんな自分の位置をしっかりキープしての大声援です。ハローハローも神戸より声出てたような気がします。次がジレンマです。これも昨日一回聞けたのでじっくり聞きながら盛り上がれました。後で MC の時にサイちゃんが言ってたのですが、ナオバイエーのところのコール&レスポンスが
こんなにうまくやってくれるとは思わなかったって褒めてくれてました。確かにみんなめっちゃ声出てました。次がモラトリアムです。これも昨日聴けた曲ですが、何度聴いてもかっこいいです。あーちゃんのツインペダルのどこどこどこが心地よく響きました。曲終わりでサイちゃんがはけて From Now On です。認知は当然ですが、小畑さんのギター弾いてるところもすごくかっこいいんですよね。ミサさんのソロのところでひときわ大きな歓声上がってました。ここでやっと1回目の MC です。小畑さんは生まれ故郷の熊本に次いで京都を愛していると言ってました。これはみんな知っていることですけどね。で、この MC でだったと思うのですが、オープニングの謎的なものを解いてくれました。祇園町の SE に始まって入場順も変えてきて、冒頭の6曲はバンドマイコで出した EP の順番にやったとのことです。なんでもバンドマイコをリスペクトしたバンドメイドがオープニングアクトとして6曲をやったという体らしいです。なので次のセクションからは通常のバンドメイドのお給仕ということですね。期待を裏切るよってラジオで言ってたのはこれかと、これは予想できませんでした。小畑さんとサイちゃんの掛け合いで、マイコやると思ったでしょ、やらねえよと、結構衣装高いんですみたいなのがあってなんか面白かったです。養老についてはサイちゃんが歌詞を間違えてその場で作ったとのことでした。小畑さん的には世界観に合ってたので問題なしということでした。で、いつものようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。ここでさよなき鳥です。昨日の神戸はロッキンミーを聴けたので、私の大好きなドラムフレーズトップ2を聴けて大満足です。小畑さんの曲なんですけど、ドラムもベースもギターもめちゃくちゃかっこいいんですよね。タイムとかビューティー&ザ・ビーストとかもそうなんですけど、小畑曲の演奏ってすごく好きなのが多いんですよね。のびのびやってるっていうか。それで最後の小畑さんの高音マックスのところはなんと綺麗に声が出ていて、いつもより大きな声援と拍手が起こりました。ここでの声援と拍手は定番になりましたよね。バンドメイド好きな人って、認知が音外そうがサイちゃんが歌詞間違えようが、そこも含めて愛おしいと思ってるような気がします。そういうなんかお父さんお母さん目線で見てるご主人様お嬢様が多いところも大好きなところです。わかりますかね。で、次がワーニングでした。これも神戸でやってくれていたのでじっくり堪能できました。次がアローンで、心なしか神戸よりもミンチョのギターが聴きやすかったような気がしました。今回のお給仕とは関係ないんですが、アローンといえば2016年のロンドンでのコミコンでミンチョ側横からのファンカムご存知ですかね。この動画のあーちゃんがめちゃくちゃかっこよくて何度見たか覚えてないくらいです。すみません、関係なかったです。で、次は Choose Me です。もう安定です。後半の I choose you のところでこちらに向かって指さしてくれたのは多分気のせいだと思いますが。ここで2回目の MC です。この日の午前0時発表の内容についての話がありまして、全米ツアーだとかロラパルーザの話とかメキシコ行ける話とかしていました。それで昨日の神戸に引き続きエゴサしまくってることを教えてくれてました。マイクオープニングがあったので分かりにくいと思ったのか、小畑さんだったかサイちゃんだったかが今真ん中ぐらいだよって教えてくれる優しさの後、次のセクションに入りデイドリーミングでスタートです。ここでもう昨日よりミンチョのギターソロが綺麗に聞こえた気がします。次がワンダーランドで落ち着きタイムになって、続けてミラージュをやってくれた後メモラブルです。昨日にも増してサイちゃんの歌声が素晴らしかったです。ここで3回目最後の MC になります。直前にやった4曲がみんなにバンドメイドからの思いを伝えるパートでしたよと言われて、なるほどと思うと同時にすごく嬉しい気持ちになりましたね。で、おまじないタイムです。いつものように進行していくのですが、いきなりあーちゃんが萌え萌えキュンキュンってやりだして、さらにミサさんの可愛い声と太い声でお嬢様とご主人様を分けてやるという超貴重な出来事や、
それに合わせてサイちゃんがバスドラどんどんやったりとか、これまでに見たことがない超特別おまじないタイムでした。みんなでやってた感じですね。で、ミサさんは結構お酒飲んでたので、だいぶ酔ってたようにも見えました。それでもめげずに小鳩さんが続けて、最後のズッキュンバッキュンドッキュンは、金閣寺、銀閣寺、貴船神社で馬のポーズでした。なんでも貴船神社の馬のポーズらしいです。サイちゃんは笑ってましたが、神戸に続き、そのまま強引に最終セクションにつなげました。最終セクションの最初はアンリッシュです。やっぱりだんだんディディダンダンのところがうまく声出せません。で、昨日に続き You です。ここもみんなめちゃくちゃ声出てました。この曲は激しいのになんかうるっときてしまいます。次はもう定番のノーゴッドです。最後の力を振り絞ってジャンプです。もうこの時点で足はガクガクでした。それでこれも昨日と同じでエンドレスストーリー。曲終わりでサイちゃんの最高が聞けました。最後の曲はインフルエンサーでした。これも昨日に引き続きですが、インフルエンサー終わりもありですよね。なんとなくですが、明日への活力をもらって終われるみたいな感じというか、なんか最後に美味しいデザートで締めたというか、そんな感じがしました。はい。以上が10thアニバーサリーツアー京都 KBS ホールお給仕の個人的感想でした。今回はステンドグラスのステージも最高のお給仕でした。次は関西シリーズ最後の大阪です。それではまた次回。